どうも皆さんこんにちは、あきらです。最近 PC とかメモリとかの価格が高騰してるって皆さんご存知でしょうか。YouTube にもね、いろんな動画が上がっていたりだとか、パソコンショップとかでも購入制限が入ったりとかね、あるいはね、僕たちがよく使ってるカメラとかの SD カードメーカーとかもね、軒並み価格改定をしてたりとか、今ね、テクノロジー業界でね、かつてないほどのね、非常事態が起きています。最近ね、僕たちの会社でMac Studio M3 Ultra の 2TB のね、ものをちょっと購入検討していて、これはね、僕が使うというよりかはもう会社のメンバーが使う本当業務効率化ちょっと導入を検討しているものがあるんですが、ここ最近のメモリ高騰とかによってこういったものも値段が上がっていくのかなとすごく気になってたんですね。もし仮にね 15%、20% とか上がったら余裕で80万円いってしまうし、88万円とか 20% アップでなってしまったりするんですけど、なかなかどうすればいいのかっていうのが分からなかったんですね。なのでここ数日でね、たくさん勉強していろいろとね調べてみました。この動画でねちょっと複数の専門家だったりとかニュースとかねメディアとかが指摘するような現状をちょっとまとめてみて、特に僕たち Apple ユーザーとかね、今後の新しい iPhone の登場とか、今年1年間でどういうふうに動いていくべきかっていうのをちょっと話したいなと思っています。あくまでこの動画は煽りたいわけではありません。まずは現状の整理と今後考えられる現状について予測をしていきたいと思います。その上で僕はどうするのか、この Mac Studio を購入するのかと、最後に出した結論とか、その理由について話せたらなと思っています。じゃあまずね、現状と事実の整理からやっていきたいと思うんですけど、何がどれぐらい上がってるのかですよね。まず最も目立つところで言うと PC のパーツの高騰の現状があります。主にメモリーになるんですけど、例えば DDR5 のねメモリ 16GB×2 計 32GB が本来は1万円ちょっとで買えるところが今ね5万円を超えてしまってる、約4倍とかに跳ね上がってるっていうのがあったりします。他にもね、僕は動画で結構紹介してて、僕もね散々使ってるサムスンの990 Pro ですね。僕が買った時はね 2TB で2万1000円台でしたが、今はね5万7000円程度になってしまっています。そして SD カードですね、これも明らかにね高騰しています。特に分かりやすかったのが、こういった SSD とか SD、マイクロ SD っていうのが Amazon の2026年のね初売りのスマイルセール、ここでねセール製品として並んでなかったんですよ。そもそもセールにすらなってなかったんですね。ネクストレージとかプログレードとか毎回セールでは安くなってそこで買おうっていうものがそもそもないと。で、なんならこの撮影時点今1月の9日ですが、そもそも買うことすら今ね Amazon でできなくなってしまっています。さらに僕が最近注目していた OWC というメーカーのアトラスウルトラというね UHS-2 の V90 の 256GB の SD、 これはねセール時に2万3000円程度で買えていたのが今はね4万2000円ぐらいまで価格がね上がってしまっています。これらはね一部のピンポイントなところにすいませんが、他で言うとマイクロンという会社がクルーシャルというね、製品を展開している、これご存知の方多いと思うんですが、このマイクロン社がですね個人向け、僕たち一般消費者に向けた事業っていうものをね完全撤退を発表してしまっていました。で、マウスコンピューターもですね販売停止および価格改定のねお知らせがあったり、僕たちの身近なプログレードさん OWC さんも価格改定を今年発表して、もうすでにね価格改定後の販売となってしまっています。これらの現実があるんですが、そもそもこれがなぜ起きた、なんでこのような事態になったのかっていうのを、まず話していきたいと思います。まずね、大きな要因としてメモリーメーカーがですね AI 向けのデータセンターの需要に向けてリソースを振りまくってるんですよ今は。それによって一般のねコンシューマー向けのメモリーチップの供給っていうのが逼迫してしまっていると。これはね去年の10月以降ぐらいにね、DDR メモリを中心にメモリ製品、RAM とか SSD とかの価格がもう急騰し続けていると。どうやらねこの PC で使われるね高品質なねこうメモリっていうものと AI 向けのねデータセンター用のねメモリっていうのが結構ね一緒のものを使うことが多いみたいなんですね。なので需要と供給、そして利益のバランスっていうものを考えた時に、今の AI 需要 AI バブルっていうところの背景があると思うんですが、そういったところからやっぱりメーカーがねもう AI にリソースをかけてしまう、これはね事業としてはやっぱごく当然なことではあるんですが、そういった事態になっています。で、僕たちカメラがね好きな人からしたら SD とか SSD、マイクロ SD とかもねかなり上がってるっていうのも、同じくねナンドフラッシュっていうね電源がなくてもね記録できるような装置になるんですけど、こういったものも同時にねニーズが被ってしまっていて、ここもねリソースが一般には向きづらくなってきてしまっているのが現状とのことです。サムスンとか SK ハイニックス、マイクロンといったね、大手メーカーっていうのが、限られた工場の生産ラインを僕たちのような一般 PC 用から、利益がねより出る、AI サーバー用とか、HBM とかねエンタープライズ向けの SSD へのね、ほぼ強制とも言える風なところで作り変えていると。で、これらは専門家のね、いろんな記事とか見たところ、2026年中はちょっと収まる気配がなさそうだと。2027年ぐらいまで持ち越すんじゃないかといろんなねところで言われていたりします。で、特にその影響が大きいのが BTO パソコンと特定
製パーツの注文、ここが本当にね苦しくなってしまっています。 BTO パソコン、ビルドトゥオーダーのね頭文字を取った略称で、受注生産というものを意味するパソコンになります。市販の完成品のパソコンと比べてプロセッサーとかメモリとかハードディスクとかねストレージとかそういったものを自分の要望に応じてカスタマイズできるような、そういったね魅力がある、この BTO パソコンというのがあるんですが、まさにそういったメモリをカスタマイズしたい、ストレージをねより増やしたいというようなニーズこそ、ここがねもろ影響を受けてしまう。そういったところで販売停止のアナウンスがあったりだとか、そもそもねダイレクトにそのパーツが欲しいっていうところはね、その影響をねより受けやすくなってしまいます。一方で、完成品であったりとか、Apple 製品ってそこまでねこうめちゃくちゃ柔軟にカスタムできるわけではないので、そこの影響は受けづらいんじゃないかっていうところではあるんですが、それらのねところについてはこの後にねしっかりと話していこうと思います。ではそんな現状がある中で、今年の2026年どうなっていくのかっていうところになるんですが、まず値上がりっていうのはもう一部始まってしまっています。OWC さん、プログレードさんもアナウンスしていたように、SD カード系もね、上がっていますし、そもそもこの騒動っていうのは2025年の10月ぐらいからあって、来年からねすごく値段が上がってしまうので今のうちに買っておいてくださいよっていうようなアナウンスがいろんなメーカーから出ていました。でやっぱり今年に入ってすごく気になるところで言うと、 Apple 製品がどうなっていくかですよね。特に Mac とかになってくると思うんですけど、確かにここ数年日本でのね販売価格っていうのは、Apple 製品一部上がってはいるんですけど、アメリカでのねドルベースの価格っていうのはここ数年でほとんど変わってません。例えば MacBook Air ですよ。これに関してはね数年間999ドルのままなんですよね。つまりね Apple が意図的にね値上げをしてるっていうよりかは、円安がねまずは最大の要因があったというのがまず一つ挙げられます。で少しね深掘っていきたいんですけど、Apple って TSMC 台湾セミコンダクターマニュファクチャリングカンパニーというね世界でも非常に有名なね半導体の会社があるんですが、ここが半導体の製造を行っていて、Apple はねこことがっつりとね今までやってきていて、大量の発注とそういった契約で優先枠というかねこう特別枠のようなそんなものがあると言われています。だからこそすぐにねそのメモリのね供給不足によるものがダイレクトに来るというよりかは、長期的にね1年2年とかの先までメモリのね供給というものをねもうすでに確保しているだろうというようなね見方もあって、それプラスで Apple というね巨大なビッグテック企業ですから、そもそも高い利益率をね維持しているから、多少のね部品コストの上昇をねある程度 Apple 自体が吸収できてしまうんじゃないかなと。なので少なくとも2026年前半にかけては Apple 製品へのね影響っていうのがある程度回避されるんじゃないかと考えられています。一般的なね PC メーカーとかよりもそもそも圧倒的なね有利な立場にあると思うんです。じゃあ今年はね全部値段上がらないのかって言われたらそうでもなさそうなんですね。というのもこの TMSC っていうのは最先端のね2ナノメートルプロセスによる半導体チップの量産っていうのをね、ここ最近で計画通り開始ができているそうなんですね。ちょっと難しいですよね。この2ナノメートルプロセスって何かっていうと、これ結構重要になってきてて、半導体のねチップを作る工程ではトランジスタ、電子スイッチのようなものの、微細化、要は小さくしていくことっていうのがね性能向上の鍵だと言われているみたいです。でこの2ナノメートルっていうのは、実際にはその2ナノメートルのサイズではないみたいなんですが、このトランジスタの構造を極限までもう本当に小さくしたその製造技術世代のことを指すので、このね3ナノとか2ナノとかこの数字が小さいほどより高性能で、低消費電力であったりとか高集積っていうのが可能になってきます。でこの Apple はこの2ナノメートルプロセスに、今年の後半のものから移行していくのではないかというような見方もあるみたいで、まさに今使われている3ナノメートルプロセスに比べてこう消費電力の向上であったりとか性能としてもパフォーマンスとしてもねすごく良くなっていくと、向上していくと。ただこのね新世代の2ナノメートルプロセスを使用することによってそのね難易度の高い開発であったりとか移行プロセス、さらには巨大なね設備投資から、この移行コスト自体っていうものが大幅なねコスト上昇っていうのを伴ってしまうっていうところがあります。なのでねこのメモリの高騰と2ナノメートルプロセス移行のね価格高騰っていうのは全く別ではあるんですが、これらが組み込まれるね機種においては、ダブルパンチを受ける可能性もあるし、2ナノメートルでなく3ナノメートルのものに関しては、ある程度メモリ高騰の分を受け入れてこのまま使っていくことができるみたいな、少し難しいんですが、そもそもねこの2ナノメートルプロセスの移行っていう Apple がね今年やっていくだろうというところで価格高騰の要因がもう1個あるというところがあります。でこの2ナノメートルプロセスっていうのはより高性能で、ハイパフォーマンスっていうところがねありますので、まずはね iPhone18 Pro、今年出るとしたらここが出るかなとか思ったりするんですけど、あるいは折りたたみ iPhone とかも噂があるじゃないですか。そういったところで使われるんじゃないかなという見込みです。なのでこの2ナノメートルプロセス、新しい新世代の規格と、メモリの高騰というのがここ重なったら、この機種は
結構高騰してしまうんじゃないかと、ここがダブルパンチになってしまうというような可能性があるみたいですね。実際にね、3ナノメートルプロセスがね、初めて業界初として製造された A17 プロチップを搭載した iPhone15 Pro シリーズですね。これらはね、当時の新モデルとして使われていましたし、そこでもたくさんの課題があったりとか、あるいは Mac のね、発表イベントで M3 Pro、M3 Max のね、キーノートで業界初 PC でね、3ナノメートルテクノロジーを採用した。そういうふうにも言われていました。このね、世代がちょうど Apple にとって2ナノメートルの移行っていうのが TSMC との関係値で、よりね、今年はそこがしっかりとできそうだというところに、メモリの高騰と、そこに伴う、コスト増加っていうところが、よりね、今回はダブルパンチとなってくるのではないかと、特に後半から、そういったね、ところがまず見解としてあるみたいです。で、とはいえ、次世代の2ナノメートルへね、急いで移行するというよりも、今まで頑張って成熟させたこの3ナノメートルっていうこのね、世代のものをより活用した方が、十分な性能で安定した見通しと利益というのも得られるし、そもそもね、今の最新の M5 チップ、これがね、3ナノメートルのね、集大成というか、本当にね、いいものだと言われていたりするので、M5 プロチップ、M5 Max チップがもし出たとしても、ここはね、3ナノのところで、行くんじゃないかというような、そういったね、見解があるみたいです。というところでちょっと難しいと思うんですけど、じゃあちょっと改めてね、今年登場しそうな Mac っていうものを整理してみたいと思います。実際にね、今年出そうな Mac をね、見ていくとですね、まず春ぐらいまでに出そうなものがいくつかありますよね。これはあくまで噂と過去の、販売発表周期から、ある程度ね、予測ができるというところにはなりますが、まず M5MacBook Air。で、A チップ搭載の MacBook、廉価版 MacBook SE のようなもの、これは M チップが乗らないと言われている A チップ搭載のよりね、文字を打つだけの作業だったりとか、そこまでクリエイティブしないような、学生さん向けのよりね、安価に買えるというような、そんな Mac の発表が、噂されています。で、そして M5 Pro、M5 Max 搭載の MacBook Pro ですね。これらは結構ね、今年の初めの方で出てきそうだなというところです。で、後半にかけて出てきそうなのが、まずは Mac Studio ですね。M5 Max は確実として、M5 ウルトラが出るか出ないかちょっと分かりませんが、M4 ウルトラが出ないっぽいので M5 ウルトラが出るのかどうかっていうところで、さらに M5 Pro 搭載の Mac mini ですね。これらが後半にかけて、秋のタイミングとかで、出てくるんじゃないかなと僕的にも感じています。ですごく話を戻してきて、僕たちが今ね導入したいっていうものが、GPU Core M3 の Mac Studio で、なぜかというと結局 GPU のコア数をね重視しています。 M3 ウルトラになると最大で60コアの GPU になります。カスタマイズをすれば80コアになります。で、僕たちの中で必要な理由としては、動画の書き出し時速を極限まで速くしたいというような課題があって、過去に M3 ウルトラのね Mac Studio レビューの動画でもお伝えした通り、結局書き出しの時間っていうのは GPU のコア数が最も影響をダイレクトに受けるというような結果となりました。 M チップの世代というよりもコア数、あるいはプロか MAX かウルトラか、ここが非常に重要になってくるので、 M4MAX が今出ていたとしても M3 ウルトラの方が速いというような結果になりやすい。それは GPU のコア数になるんですね。なので僕たちが今導入を検討しているメンバーが使うものとして、 M3 ウルトラの60コア GPU の 2TB のモデル、これが73万円ぐらいしてしまいますと。ただ Mac Studio というのはすぐに出るとは考えにくい、後半に出るのではないかってなったら、ちょっと価格が上がる可能性が少しはあるかなと考えていまして、もし 20% 程度上がるのであれば73万円という Mac Studio は約88万円になってしまうと。ここがね M5 ウルトラとかになったとしてもちょっと大きいですよね。差額差が15万円とかあるので、超高級のねモニターが1台買えてしまうような差分になってきたりします。っていうのがね、ちょっといろんなところをね見ていった中での今年の見通しになっています。で、その他にも一つね大事なこととして、そもそも品不足のリスクっていうのが今年は起きてくる可能性もあると思います。買うことができればいいんですが、そもそも欲しい時に在庫がない、出荷遅延というね最大のリスクっていうのはやっぱりどうしてもあるんじゃないかなと思っています。実際に今 Amazon とかで SD カードが買えないんですよ。はい、プログレードとかネクストレージさんで CF エクスプレスとかがちょっと買えなくなっていて、まずはここの供給量の不足、どこまで安定してくるかっていうところの、不透明なところ、ここが一つまず大事だし、でいくら Apple の Mac だからといって、カスタマイズですね、ここもちょっと別の話になる可能性があるかもしれません。価格がね上がらないに越したことはないんですが、とはいえ例えばメモリをカスタマイズするとか SSD を増やす、ここのカスタマイズっていうのが Mac はできますが、ここのレンジがねちょっと引き上げられる可能性も十分あるのではないかというようなところもやっぱりありますよね。
ということで最後ちょっと結論、今買うべきかどうかっていうところを僕なりのね結論でお話お伝えできればなと思います。まず Mac の場合に限って話していくと、まずここは焦って買う必要はないかと思います。今年のねモデル結構やっぱり豊富にいろんなものが出てくる可能性がやっぱり噂としてもあるので、Mac をね購入検討している方で、多少余裕がある方は基本的には春までね新しいものを待っても良さそうなのではないか。そこまでね値段が一気にこう爆発的に上がることはまだ考えられにくいんではないかなと思います。ただちょっと後半になってくると、ちょっとね怪しいなっていうところが、いろんなね記事でもあったりしていますね。でそもそもねこの新しい MacBook のラインナップとして、A チップ搭載のねものが出たとしたら、このね Mac がワンチャン10万円を切るのかとか、MacBook Air って今16万円台になってて、ちょっとさすがに高すぎるし、なおかつ MacBook Air って今強すぎるんですよね。パフォーマンスがちょっとハイスペックすぎて結構性能をね活かせきれない人も多いと思います。でそんな中でやっぱり学生さん向けとかオフィスワーク、単純なね文字打ちとかね、そこまでねスペックを重視しないというニーズも必ずあると思いますので、そういった方向けのものが10万円以下ないしは10万円ちょっとぐらいで買えるっていうような可能性、そんな安くはならんと思うけど、結局13万4万ぐらいになる気もせんでもないんですが、そういったものも出てくる可能性があるので、急ぐ必要はまだないかなと思います。で逆に BTO パソコンとか特定パーツの場合に関してなんですが、結構ここは難しいなと思ってて、やっぱ結構もう上がりすぎた感じもあるじゃないですか。もう5倍とかなってるんで、ここがさらに上がるかどうかに関してはちょっと僕も何とも言えないんですけど、でも必要なのであれば早めに買っておくべきなのかなとは感じています。いろんな専門家とかあるいは実際のメーカーさんのね感覚としても、2026年今年はね収まる気配もなさそうであるというところであるので、ちょっと安くね実際の店舗とかだったらねセールがたまにあったりするみたいなんですけど、そういったところで買うであったりとか、今後の Amazon セールとかでもし在庫が復活してたら買うとか、ちょっとねこっち系に関しては期待しにくいなというところにはなりますよね。ただこう1年とか2年とかで、待機できるような方、メモリストレージ SD ちょっとまだ今年買わなくても我慢できそうだなっていう方は、長い目で、待つっていうのもありなのかなと思っています。で結局僕自身はどうするのかっていうところですね、購入注文しました。やはりですね長期的な値上げのリスクと、あとは業務効率の改善っていうところ天秤にかけて、今導入するというような決断を下しました。これがね半年とか1年後ぐらいに成果だと思えたらいいんですけど、そもそも明確なね使用用途があって明確なね改善の目処しがあるので、こういった決断をしています。使うメンバーがね M4 Pro の Mac mini を使ってて M3 Ultra の Mac Studio になることによって、3倍程度、ないしはもっとそもそもね書き出し速度が向上するっていうところがあるのと、結構頻繁にね本当に僕たち書き出しっていうところで、いかにここを早くできるかっていうのがもうめっちゃダイレクトに来るんですよ。なのでここを待っていることの機会損失ですよね。やっぱり高いんだけど、それをね迷ったりとか、M5 ウルトラが出るかもしれないというところの数ヶ月か1年か分からへんけど、そこを待ってる上でもそこを待つよりもやっぱり早めにね導入して、生産性を上げていくっていう方が、業務という視点では大事だったりするかなと思うので、ちょっとねこういった決断にしました。Apple 製品今のところ上がってはないので、明確な使用用途があればもう買ったらいいと思います。確かにいつね新しいものが出てもおかしくはないんですが、1個2個のねチップの世代間のアップデートってそこまで影響ダイレクトではないと思うんですよ。もちろんね性能は良くなっていくとは思うんですけど、結構 PC のね高性能化が進みまくってるので、今年いろんなアップデートがあったとしても、早めにね使えておくこと、早めにねいろんなやりたいことにチャレンジすることっていうのが、何よりもね、大事かなと思うので、これもね参考にしてみてもらえたらと思います。ちなみにね Mac とかって、学割も適用されますし、新生活キャンペーンもねあったりとかしますので、そういったところでもねもうちょい待った方がいいかなと思うんですけど、やっぱりこの春ぐらいがね目処かなと思うんですけど、ぜひよかったらね参考にしてもらえたらと思います。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。ちょっといつもとはね全然違った内容かつ、ちょっと不安を感じてしまうようなタイトルサムネだったかもしれませんが、ちょっと現状の整理と、今後どうなっていくかっていうところを、ちょっと Apple 製品含めて予測をねさせていただきました。やっぱり未来のことはね、誰にもわからないので確実にこうなっていくだろうというような保証っていうのはできないんですけれども、一つのね意見一つの、見方見解として参考にね慣れていたらすごくいいなと思います。どうでしょうか。皆さんのね周りでも値上げの影響というのを感じていますか。もしねそういったものとか困っていることとか、いろいろとね、感じたこととかあればぜひねコメントでいただけると嬉しいなと思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。